空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は12月じゃないっつうの2月17日火曜日でございます。はい、今日はね、昨晩からですね、雨が降りましてですね、はい、今日も今朝もちょっとちらっと雨がまだ降っております。はい、気温はね、そこそこ、低くてですね、はい、昨日一昨日かな、一昨日、だいぶ暖かかったんですけどもはい、今日はまた寒い一日になっております。はい、ということで今日はね、また朝ね、9時からなんかゴミをね、清掃工場まで運んでくれっていうお客さんがいますんで、その仕事を、行ってこようかなと思っております。で、午後はまたね、4軒や借家の方の解体に行ってまいりたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。にんてい。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。はい、こちらコードレス、草抜き機、こちらですね。はい、それと金運上昇財布、それとこちらね、望遠鏡だそうでございます。はい、写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。最初はゴミで袋が2つ3つ。まあいいじゃない。大丈夫かな。これこれもよいしょ。よいしょ。乗れんの？今日1万円だ。頼むね。お金払ってよ。そこで下ろすの？中入れんの？仲いい。中入れんの？これバッグで入れるんでしょ？ちょっと待って、布団があるかな。ないか。
日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今帰ってまいりまして、はい、鋸南保田っていうところまでね、ちょっと、クリーンセンターってところがあるんですけど、そこまで、ゴミの運搬を頼まれましたんで行ってまいりました。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いしますということで、このままねまた午後、4軒や借家解体工事行ってまいりたいと思いますということで、ドローンいたします。ドローンはい、ということでね、今日も、懲りずに飽きずにですね、はい、4軒や借家の方の解体にやってまいりました。はい、ということで、今日もね頑張って解体していきたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月。はい、ということでね、今日はこちらねお風呂解体しましたんで、キッチンもね、解体しましたんで、このね真ん中の壁ですね、ちょっと壁をね解体していきたいと思います。ということでね、今日もまた、解体動画で申し訳ございません。いつもね毎回同じようなね映像で本当に申し訳ございませんが、まあ一応ね、便利屋の仕事でございますので、撮らせていただいて、YouTube でね、放映させていただいてます。本当に申し訳ございません。つまんない動画でね、いつもお付き合いいただいてありがとうございます。ということで、まあ、前回からね、もうシリーズで何度も、お話ししてると思うんですけれども、人間関係のね、人間の悩みですね、三大悩みと言われまして、一つは、なんだっけ、人間関係か。で、二つ目がお金。そして、健康が3番目。ということで、人間のね、三大悩みということで、皆さんね、人間はですね、この3つを大体悩んでると、いうことだそうでございます。はい。で、何度も言いますけど、結論から言うとですね、悩んでも無駄。はい、悩むだけ無駄でございますんで、もし悩みがあってもですね、なるべく悩まないように努力しましょうと、いうのが一つ。はい。でもね、なかなかね、忘れるにもね、悩むとですね、忘れられないんですよと、心配でしょうがないんですよみたいな方もねいらっしゃると思いますので、またちょっと今日もね、人間関係のねお話をさせていただきたいと思いますが、とにかくですね、物事はシンプルに考えると、お金もそうですし健康もそうですし、人間関係もそうですけれども、お金が欲しいんであればなんていうんですかね、お金を稼ぐことを考えるしかないと思うし、健康になりたいんであれば、美味しいものを追求するのではなく、食べ物はね、人間の栄養補給だと思って、栄養さえ摂取できていればいいんだということで、まずいものを食べると、そうするとあまり食べませんからね、ただお腹いっぱいになればいいということで健康は維持できると。はい、それと人間関係もですね、自分勝手に自分のことだけ考えてやってれば人間関係が悪くなるのは当たり前と、いうことでございますんで、至ってシンプルにね、その悩みというのは、ほとんどがですね、自分の思考考え方を変えればですね、全て解決するわけでございます。はい。ですからね、結果から、今の現状の結果から、悩み始めるとですね、もう悩み尽きないと思いますけれども、その悩みをね、招いた原因というのは、全て、あなた次第、あなた自身と
いうことで、誰もですね、人が、持ってきた悩みではないということでございますので、まずね、自分自身でその解決策、どうしてそうなってしまったかの原因をね、考えてみるのも一つなんではないでしょうか。はい。でね、私なんかこの便利屋の仕事をね、させていただいているわけでございますが、言ってみれば仕事がないとですね便利屋の仕事っていうのは来ないわけでございます。はい。で、仕事を来るためにはどうしたらいいかというと、やはりね、営業が必要なわけでございますが、営業っていうのも一つの、人間関係のコミュニケーションということでございますので、まず自分が便利屋をやってんですよということと、何かねお困りなことがあったら声かけてくださいと、自らですね、声をかけて営業していくと、もうそれ以外ないわけでございますよね。誰もですね、私が便利屋をやってるなんていうことは、周りの人は知らないわけでございます。はい。ですので自分で声をかけてですね、自分で、話しかけに行って、自分で、コミュニケーションをとって、そして、きちんと仕事をすると。で、そうするとまたリピーターのようにね、次も仕事を頼んで来てくれるということでございます。そしてそれに対してですね、やはり感謝すると。はい、本当にありがとうございますと、いつも仕事をいただきましてありがとうございますと感謝すると。すべてはですね、自分自身のためではなく、相手のために、どうしたらいいかということを考えると、そういうことがですね、いいんじゃないでしょうか。はい、ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。はい、キッチンのね壁を壊しまして、そしてこっちのね、壁も壊しました。で、ここのね押し入れの部分も壊しまして、であとねその角のね壁を壊して、あとここがね一番最難関、梁が折れてるんですよ。梁が折れてる天井を壊さないといけない。足場も鹿ももうボコボコ穴開いて木が生えてきてるという感じです。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということで、お化けがいるでいということで、次回ねまた、解体引き続き行いますということで、本日も以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いしますということで、以上となります。ありがとうございました。人月